さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。118回目の今回は、現在タレントや野球解説者にて活躍している選手の紹介になるよ。その選手とは、近鉄、中日、西武に在籍していた、金村義明選手だよ。ウプ主としては、タレントのイメージが強い金村選手、一体どんな選手だったのか、早速解説始めていくよ。金村義明、1963年8月27日生まれの58歳、兵庫県宝塚市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は野球解説者、野球評論家、タレントを務めているよ。金村は中学、高校時代を通じて、報徳学園に在学。高校3年生だった1981年には、エースで4番打者として、甲子園の春夏連続出場を果たしたよ。そして春の選抜大会では、大阪府高との1回戦で、松原との投げ合いに敗れたよ。夏の選手権大会では全国制覇を果たすよ。また、両大会では打者として、通算打率は5割7分7厘、本塁打3本を記録しているよ。高校3年夏の全国大会では、前年優勝の横浜高校と対戦した2回戦で、2打席連続本塁打を放ち、3回戦で荒木を擁する早稲田高に投げ勝ち、準々決勝で今治西高校に勝利すると、名古屋電気高校との準決勝で、工藤から二塁打を含む3安打を記録。投手として、初戦から決勝戦までの全6試合で、完投勝利を収めたよ。夏の全国大会の優勝投手で、4番打者を務めながら、全試合を1人で完投。また、この大会で記録した通算打率5割4分5厘は、夏の全国大会優勝投手としては歴代2位となっているよ。そして1981年のドラフト会議で、近鉄バファローズと、阪急ブレーブスから1位で重複指名。抽選の末に、近鉄が交渉権を獲得したよ。ただ金村自身は、ドラフト会議の時点で阪急への入団を志望していたそうで、阪急電鉄沿線で、阪急の打者の長池の自宅の近くに実家があったことや、阪急ブレイブス子供会へ入会していたこと、福本を少年時代から応援していたことによるものだそうだよ。ただ、長池や当時の阪急スカウトから、近鉄で頑張れ、と激励されたことから、近鉄への入団を決意したよ。ドラフト会議では、阪急、近鉄の両球団から投手として指名されていたが、近鉄への入団直後に内野手へ転向。入団1年目の1982年には、ウエスタンリーグの公式戦で全試合へ出場。ジュニアオールスターゲームでは、サイクルヒットを記録し、MVP に選ばれたよ。しかし金村は1985年まで、一軍に定着できなかったが、佐々木コーチの指導で徐々に頭角を現すと、1986年からは旗に代わって三塁のレギュラーに定着。伊手前打線の中軸として活躍するとともに、その豪快なイメージから、伊手前大将と称されたよ。1986年に初めて出場試合数が100試合を超え、打率2割7分5厘、23本塁打、67打点とキャリアハイの成績を残したよ。1988年には、西武とパリーグの優勝争いをしていたシーズン終盤に、スライディングで左手の有鉤骨を骨折。出場選手登録を抹消されたが、仰木監督や首脳陣の勧めで、関東遠征へ同行。金村は、翌日のロッテとのダブルヘッダーの第1試合を、三塁側の記者席から祝福姿で観戦。NPB が登録抹消中の選手の、ベンチ入りを認めていないにもかかわらず、仰木ら首脳陣の計らいで、チームジャンパーを羽織り、第2試合を三塁側のベンチ内で観戦。そしてその直後には、左手有鉤骨の手術を受けているよ。しかし1989年のオープン戦期間中も、手術箇所の痛みが残っていたそうで、公式戦の開幕直後に、手術を受け直し、同年のシーズン序盤はリハビリに専念。中盤から復帰したものの、リハビリ期間中に球団が獲得したリベラが、三塁へ定着していたため、本人曰く、チームがリーグ優勝を果たしたので、10.19の悔しさを晴らせたことの嬉しさは大きかった。ただし、復帰後はもっぱら三塁の守備固めとして起用されていたので、正三塁手として優勝の瞬間を迎えていたら、嬉しさが倍増していただろうと述べているよ。1991年には、9月26日の大英戦に三塁手として出場したが、9回に捕手としてマスクをかぶったよ。リーグの優勝争いをしていたチームが、一軍のベンチに入っていた捕手を全員起用し、8回裏の最後の捕手の三山の打席で、代打を出したことによるものだったよ。ちなみに、金村が捕手として出場したのは、現役時代を通じてこの試合だけだったよ。ただこの試合は、捕手として1点を失ったほか、チームも大英に惜敗しているよ。1993年は、公式戦の開幕から6月5日までスタメンに起用が続いたが、故障で戦線を離脱。
そしてその間に、三塁手の座をルーキーの大島に奪われたよ。1994年には、規定打席への到達を逃すも、打率2割9分9厘を記録。その一方で、監督の鈴木や、作戦兼バッテリーコーチの梨田派、金村とポジションの重なる、中村を育てる方針を立てていたよ。結局中村の台頭、監督の指導方針、コーチ陣や球団首脳部への不信感などが重なったことから、シーズン終了後に FA 権を行使。近鉄の選手としては初めての宣言で、中日監督への復帰が予定されていた、星野などからの誘いを、水面下で受けていたこともあって、中日への移籍を決めたよ。ただし実際には、中日球団の事情などで、星野の監督復帰が1年延期されたため、金村が移籍した時点では、高木監督の続投が決まっていたよ。中日移籍当初は、三塁のレギュラーとして起用された。しかし、期待されたほどの結果を出せないまま、故障で戦線を離脱。さらに、同じポジションを守る、外国人選手に定位置を奪われたことから、1995年は28試合、1996年は42試合と一軍公式戦への出場機会がほとんどないまま、2年間を過ごしたよ。一時は張本の仲介で、KBO 球団への移籍も検討したが、1997年の開幕直後に、近鉄時代の同僚だった小野との交換トレードで、西武に移籍。ちなみに、1993年から FA 制度導入後、FA 権の行使によって入団した選手が、入団後にトレードで他球団へ移籍した事例は、金村が初めてだったよ。1997年シーズン中の移籍直後から金村は、主に代打、一塁手、指名打者として一軍公式戦に起用。3割を超える打率で、チームのリーグ優勝に貢献したが、若手選手の起用を優先する首脳陣の方針で、日本シリーズにはほとんど出場できなかったよ。1998年には、横浜との日本シリーズで、第1戦と第6戦に出場。しかし、第6戦の打席で、佐々木から併殺打に抑えられたことによって、チームのシリーズ敗退が決まったよ。そして1999年に現役を引退。引退試合になった9月30日の千葉ロッテ戦では、1打席限定でスタメンに起用されたよ。ちなみに、近鉄時代を含めて3回出場した日本シリーズでは、所属したチームが3回とも敗退。結局、シリーズ制覇を一度も経験できなかったよ。引退した当初は、野球解説者、野球評論家としての専属契約を結べなかったことから、フリーランスの立場で、野球人と称して週刊ベースボールでコラムを連載。その一方で、サンケイスポーツの記者に同行しながら、自分で仕事の依頼や出演交渉に当たっていたよ。この時期から2020年まで、NPB の春季キャンプ期間中には、解説者としての取材を目的に、全球団の一軍キャンプ地を必ず訪問。また、個人事務所として、有限会社金村企画を設立したほか、近鉄時代のチームメイトの野茂が代表を務める、野茂ベースボールクラブの理事に就任しているよ。またコーチファイティングドッグスの GM に、藤川淳一が就任した2007年には、藤川から監督への就任を打診されたが、固辞しているよ。2018年5月16日からは、ニコニコ生放送内の、金村義明チャンネルにも出演。また金村義明チャンネルを運営する、みかん合同会社のスタッフは、YouTube 上にも、公式チャンネルと称するチャンネルを設置。一方の金村は、当該スタッフから、ニコ生への誘導戦略という説明を受けただけで、自身は一切関与していないにもかかわらず、メディアや SNS の一部で、YouTuber とみなされていたよ。このため2020年に入ってからは、ラジオのレギュラー番組を通じて、YouTuber としては活動していない、との断言を繰り返していたよ。実際には、YouTube 公式チャンネルでの、アーカイブ動画配信での広告料収入が、金村の元に一切配分されていないことが、2020年3月に判明。このような事態に金村は、スタッフに騙されたも同然で、ニコ生でのユーザーに申し訳ない、という理由で、YouTube 上の公式チャンネルを同月限りで閉鎖させたよ。さらに、ニコ生の金村義明チャンネルも打ち切られたよ。また最終月分の有料会費の返金を希望する会員には、費用相当額分の Amazon ギフト券で保証する処置が講じられたよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。野球以外のスポーツでは、報徳学園中学校時代に、柔道で初段を取得。また、自身が12歳の頃から、母が宝塚カントリークラブで、長らくキャディーを務めていた縁で、少年時代からゴルフをプレイ。現役引退後は、チャリティーゴルフコンペに、たびたび参加しているよ。近鉄入団時の背番号は28であったが、それまで28番をつけていた花房が着ていたユニフォームが、背ネームのワッペンを外しただけで、入団会見の直前に金村へ引き継がれたそうだよ。
当時の近鉄球団では、そのような引き継ぎが当たり前で、入団記者会見の際に、新品のユニフォームをあてがわれた新人選手は、太田だけであったそうだよ。当時の近鉄の本拠地には、球団役員専用の駐車場がありながら、選手専用の駐車場が設けられていなかったよ。その状態を金村は選手会長時代に解決するために、球団の幹部と粘り強く交渉。その結果、選手専用駐車場の確保や、浴場の改装などが実現したそうだよ。さらに、本人曰く、右手有鉤骨の骨折による痛みが、1989年に入ってからも引かなかったのは、当時のチームドクターの誤診に沿って、手術を受けた生徒のことで、回復後に球団へ掛け合って、チームドクター制度を廃止させたよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。編集してみての感想は、プロ野球選手としては成績を残せずとも、その後もプロ野球に関わって様々なところで活躍していると感じたね。甲子園にて活躍していたとしても、プロで活躍できるわけではないけど、骨折によってその後の現役生活に大きく影響を与えた。そんな経験をしたこともあり、球団の体質を変えていくことで、他の選手が自分と同じ目に遭わないようにしていたんじゃないかと感じたね。タレントのイメージが強かったけど、引退後もプロ野球に深く携わっている人物の一人だと思ったね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。